おはようございます。小木曽です。おはようございます。すみません。ちょっと早いですが、ライブ配信を始めたいと思います。10月の26日、気温は24.7度、湿度6、雨ですね。すみません。野球が見たいので定例のライブ配信を始めたいと思います。今日はですね、こちらですね、こちらを描いていこうと思いますけども、北海道の、ちょっと悩んだんですけど、秋っぽいのにしようと思ったんですけど、まあもうなんか、心はもう、ほぼ今日本にあらず、来週の火曜日からかな海外、ボンジョルノの国に行きますので、ちょっとその、頭の中がいっぱいいっぱいでございますので、どうやって書いていこうか。今日はちょっと様々な技法を使って描く湖ということで、おはようございます。松岡さん、絵描き猫さん、ピコゾーさん、ライムちゃんさん。ね。いやー、見たいですよ。それは僕かって見たいですよ。皆さんいいじゃないですか。なんか、ね、スマホちゃうわ。テレビ見ながら、スマホでおっさんの適当に、だらーっと見とけば。まあね、来年以降も行けるかどうかわかりませんけどね、行きたいですね。まずこう、グラデーションですね。もう一般的な透明水彩でいうグラデーション。まあこういう風にこう、ちょっとグラデーションをこうかけて違う色を入れていくとか、例えば、今湖面が光ってるとこはちょっとかすらせてみるとか、ちょっとうるさいのいますけど、近くに。うるさいのね。うっさいのいますね。ありがとうございます。もう本当に。ワールドシリーズですね。まあ負けましたけどね、我が愛するチームは。いいんです。なんか今年は。ちょっと汚いな。なんかちょっと、やっぱりこう、あれだけこう、試合との間が空くと、やっぱ選手もかわいそうやなと思ってね。これが優しいファンですね。厳しいファンはね、もうほんまに、あうかこらボケーとか言ってね、怖いチームありますからね。このチームの監督も辞めてしまいましたね。少しこうかすらせるとかですね。うっさいな。ちょっとイエローか。こう、にじみます。どこだっけ。で、ちょっとこう、画面を動かしたりすると、少しこう、ムラっぽくなくなったりしますのでね。よいしょ。またこう、グラデーションを使うと。久美子さんも、おさえさんも、けいこさんも、エアブラシさん。私の動画、他の動画。おさえさんありがとうございました。彼も頭髪自信ないって学生時代に言うててね、言うてたけど、大丈夫そうやね。なんかね、見たらね、よかった思って。で、こっちの湖面のこう、ちょっと波を打っている感じみたいなのとかは、またこうグラデーションをかけながら、もうこの、木とかはもう後で描くって、上から描くぐらいの気持ちでいいと思いますので、ちょっとこう、もうこのなんかエメラルドグリーンみたいな色めちゃくちゃ綺麗な。どんな色やろね。よいしょ。よいしょ。うるさいな。うるさいな。ほんと、弟面白いでしょ。昨日の動画、福岡の方に、もうグラデーション今ばっかでやってますけどね。福岡の方に遊びに行く動画では、弟がうさぎと戦うという、なかなかなシーンがありましたが。よいしょ。まあ、木が映っているというのをね、ちょっと意識しながら、これ、アルシュですね、今日はね。アルシュを使っております。日頃このグリーン使わんグリーンやな。な。まあ、にじましたり。よいしょ。よいしょ。まあ、来週から旅なんですけど。いやー、本当に荷物が23キロまでやったかな。
参ったな。収まらん。収まらん。収まらんというか、まだ迷ってますけどね、アクリルと透明水彩両方持っていきたいなと。せっかくね、参加してくださる方にはいろんなの見せたいし、ね、あれなんですけど、言うても荷物がね、よいしょ。よいしょ。もし質問あったらしてくださいね。質問ないと僕多分選挙の話始めますよ。皆さんね、今日は選挙前日ということで、荒れてますな。なかなかね、荒れてますね。皆さんはもう、私はもう期日前投票に行きまして、まあどうしてもね、子供いるとなかなかね、その日に絶対行けるっていう確証ないから、行ける時にやっぱ行っとかんと、突然風邪とか引きおりますから、ね、もうちょっと行きました。本来はね、明日なんですけども、私は期日前投票に行きました。私が行ったら、私の前の若い女の子がいて、なんか若い人も行くようになって、ね、どんどん行ってほしいな思いますよね。よいしょ。コージェルさんもポンさんもおはようございます。トークお笑い芸人並みでしたね、こうやって。こうやってね。めちゃくちゃ面白かったですよ。もう、現場で、突然始めたんですよね。サラさんもおはようございます。ね、こんななんかね、礼儀正しいこう配信ないですよね。皆さんちゃんと挨拶をするというね。なかなかないですよね。そう思いません？あとよかったらね、もうチャンネル登録してない人はぜひぜひ。半数近くがね、実はまだチャンネル登録してないんですよ。だからチャンネル登録は無料ですからね。メンバーシップ会員とは別ですからね。メンバーシップは鬼高評価であるとか、あとはもう11月はちょっと個展がありますからね。皆さんの似顔絵描きますとか、宴会をするかどうかはちょっと迷ってますが。よいしょ。よいしょ。ちょっとこう、にじみとか、少しかすらせみたいな技法を使ってみました。で、ちょっとこう、ここのところは、脇役で、湖面の方が主役になってくるので、少しこうなんか全体で見てみようかなと思います。どういうことっていう感じですけども、まあちょっと影を一つのこうくくりにして、またこうにじみぼかし系ではあるんですけども、木々とかの影とかも同時に描きながら、よいしょ、で、この辺ちょっと緑のあれがあるんですけど、細かい木々はあるんですけど、でちょっとこう、にじみぼかしをするときには、ちょっとこう僕は分離色と呼ばれるようなものを使ったりすることが多いです。バーンとシェンナと、例えば、ウルトラマリンブルーとかで、ちょっとこう分かれて見えたりするんですね。で、少しこうかすらせるみたいな感じとか。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、メジャーリーグが気になるでしょうけどね。11時8分、9時8分まで皆さんね。あと選挙もね。いやー、2000万問題出てきてね。政治評論家みたいになってきました。いやー、なかなかなタイミングで、新聞赤田派さんの、えげつないタイミングでの、打ち込みすごいですね。赤旗法って言われてますね。文春法ならぬね。大変なことになってますわね。っていう点もやっぱ選挙、こう、あれせんとね、なかなかね、こう、支持率、投票率低いと、やっぱ既存の政党みたいなのがね、ある程度今までの政党強いところが強くなりますけど、皆さんはね、どこに入れられましたか？入れられる予定ですか？行きはりますか？行きましょうね。4分ぐらいで終わりますよ。僕はちょっと今回チビと言って、チビに投票箱にぶち込ましたんですけど、弟にですね、ぶち込んでくれって僕が書いて、弟がぶち込むという、選挙管理委員会の人爆笑してましたけど、君の思いをぶち込んでくれって言ってね、よいしょーとかって言って入れてましたけど、戦艦の人めちゃくちゃ笑ってました。ちょっと影と、まあちょっと枝とかも見せつつ、皆さんもね、選挙どうされるんですか？大谷さんおはようございます。
お、すごい、サラさんありがとうございます。ね、インスタもフォローしてあげて。185センチありましたか？今日は行ってるんかな？なんか土日行く言うてたでしょ？なんかね。実は彼が結構いろいろ僕の今までのですね、カタログとかほとんどやってくれてるんで、そういうデザイン能力もすごい高く、デザインとかそういうパソコン能力も高い子なんで、今回その、カレンダーですね。カレンダーちょっと作ってるんですけども、それもちょっと彼に頼みました。いや、11月ぐらいまではちょっと忙しいです。11月入ってからでええよ、つって。彼がやってくれますんで。よいしょ。よいしょ。もしね、またカレンダーの件は、メンバーシップの人だけになってしまうかもしれないけど、まあ多分大丈夫やと思いますんで、ちょっとは大阪の方の個展の会場までは、50部ぐらいは残そうと思いますのでね。よいしょ。ちょっと今カレンダーを作ろうと。今まで今日すいません、これ忘れてた。届きました。ありがとうございます。いいですね。自分のグッズを、自分の、はい。ね、本当に。羨ましいね、プロスポーツがある県ってね。まあ、久光スプリングスやったかな、あるんですけど。バレーボールとバスケットはあるんですが、サッカーがついに J2。一平コッペさんも魚谷さんおはようございます。ついにね。まあ、ちょっとこういうところになんか、少し感じるような色とかを差し込めたら、それを感じるのが難しいのよねって言うんでしょ、どうせね、皆さんね。よいしょ。どっちかというと虹みとかを中心に。今日はなんか海外の風景にしようか迷ったんですけど、僕自身がもうちょっと今なんかいろんな海外行く前に立て込んでいる仕事をひたすらこなしているので、ちょっと配信だけでも気楽にやらせてほしいなと思いました。よいしょ。よいしょ。まあ、行って行って、少しね、絵の具の表情みたいなのを使いながら。うん。石子って。これは、オンネトーコっていうところですね。オンネトーコというところの、なんかキャンプ場が奥の方にあって、そちらの方に回ってたとこです。おそらく、一緒に行ったあいつは、今日も朝から遊びに行ってるでしょうね。この時期いいんでしょ、北海道ね、皆さん。まあ、フェルメイさん、カレンダー楽しみです。個展会場でね、一応はいくつか基本はオンラインで、販売しようかな思ってるんですけど、一応メンバーシップのね、皆さんを、ちょっと初めにごめんなさいね、もうしゃあないんで、そら、ね、ちょっとスパッタリングみたいなんとか、250部か500部かっていうことやったから、500はちょっと怖いなと思って、もう在庫残ったらカレンダーって地獄じゃないですか。思いません皆さん。カレンダーってだって来年以降使えないでしょ？よいしょ。と思ったんで、250かなと思ってですね。少しかすらせるような感じもありながら、ちょっと白とかをこれガッシュという状態にしてます。絵の具自体をガッシュという状態にして。よいしょ。カレンダーはね、そう、一応はそうする予定ですけど、まあ、基本的には、確実なのはオンライン。もうオンラインでも、会場でもおそらく1500、ちょっとね、端数が出るかもしれません。1520円とか、いろいろ消費税もね、インボイスでございますからね、皆さんね。少しかすらせたりとか、よいしょ。これドライブラシという方法ですね。これは。かすらせる。よいしょ。これかすらせてるの分かります？さ。これはカドミウムイエローグリーンライト。なんかそんな色だったと思います。少し乾いてないところも少し
絵の具だけで、じゃん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 。よいしょ。ちょっと猫かすらせたりしながらドライブラシという方法。いや、ほんとね。すごい、偉いね。好きな作家さんの後。これはスパッタリング。よいしょ。いい。おさやさんもありがとうございました。遠方ね、この間ね。桜子クラブとして来ていただいて。うちのうっさいの見ましたよね。うっさいやつらね。うっさい。思ってるよりちっちゃいでしょ、あのうっさいやつら。うっさいやつら。よいしょ。という感じで、こう、一層目ね、大まかにこう全体にこう濡れてきましたよね。ちょっと本当にこう、あれですね、寒くなってきました。皆さん風邪ひいてないですか？僕も風邪だけはひかんとこ思ったんですけど、昨日お兄ちゃん帰ってくるのにめっちゃ咳込んでて、あ、これドライブラシ。映りそうなギリギリのラインで。映ってもね、旅の前半やったらええかな思ってます。よいしょ。来週の、火曜日からちょっと行ってまいりますので、もしかして配信ができそうならば、海外旅行最近とかされた方で、海外で使える SIM みたいなのあるんですけど、2000円ぐらいで買うたんですけど、あれ使えるんですか？誰か知ってはる人いたら、ね、誰か知ってはる人いたら。まあ、メリフェイさんもカレンダーは円のところだけ額に入れて飾るという使い方。そうか、そうか。それであれまたネットで売られるのかな？ネットのあれで。これドライブラシ。なんかこう、カレンダー、まあ、絵も、なんか部分部分に今回してみようかな思って。部分部分。どういう方法が、もう僕もカレンダーって家にちょこっとある程度で、そんなに使わんので、ウェットオンウェット。あ、もう乾いてきた。よいしょ。よいしょ。弟ちゃんがおるな、そこに。今日は雨降ってますね。こういう日のね。皆さん。ゆうさんもおはようございます。シムのことで。現地で買うのが一番いいと思います。そうなんや。現地で売ってるんですか？ねえ、2000円ぐらいのやつ買うてみ。まあ、スマホが僕なんか2台今ちょうどあるから、使うてないもすでにシムフリーなやつがあるので、シムフリーっていうか、あれ、シムが入ってない。ゆうさんもおはようございます。もう皆さん、元気ですか？まあ、それで、まあ、入らんかったら別にええかなと、まあ、諦めて配信はしません。配信もね、参加してくださった方だけが楽しめるという。まあ、録画は多分したりすると思うので、後ほどこう上げていくことはあると思うんですけど、ライブ配信はもしかして、もう諦めるかもしれませんし、あんまり期待せんといてください。僕も基本的には、お酒飲みたいし、皆さんとわちゃわちゃ遊びたいので。もう楽しみでしゃあない。久しぶり、僕も4年ぶり、5年ぶりかな。ぐらいか、もう楽しみでしゃあない。まあね、何よりも家族のもうね、あれがあってのこっちゃなんですけどね。もう本当です。よいしょ。皆さんね。よいしょ。もし海外とか行かれる人とかでね、なんか質問あったら、僕画材だけで13キロになってる、10キロか、昨日。測った。非常にどないしようかなと、もう一回こう、詰め直さんといかんなと思って、まだ詰めてはいないんですけど、画材だけまず測ってみたんですけど、9キロか8キロかぐらいになってしまって。ね、どうしたらいいんでしょう。ちょっと白を入れました。よいしょ。よいしょ。翔ちゃんやってます？
海外旅行、娘が SIM 買ってたのに、スマホ設定間違えて、後でスマホ会社から多額の、そんなことあるんですか？どういうことどういうことそう、SIM を入れんかったってこと？それともなんかそういう設定を変えなあかんの？ちょっとそんな全然何も調べてないんやけど。怖いこと言わんといて。うん。よいしょ。まあ言うてもね、そんなにもうなんか海外旅行なんかもう現地で楽しむことが一番やと僕思うから、そんなに携帯とかあんまいじらんと思うねんな。私はね。でもまあ仕事としてね、こう、配信したりとか、録画したりとかしようかな思ったらやっぱ使わざるを得んかなとは思うんですけどね。一回ドライヤーで乾かしながら、海外ローミングは高いですよ。なんか10ギガだけ使えますっていうシムがあったんですけど。ね。うん。10ギガだけ無料で使えます。2000円ぐらいでネットで買うたんですけど、ああいうの使えないんですか？ SIM ってね、なんかね、iPhone とかのなんかここにこう、あれ、ちょっとカバー入っとるけど、ここに入っとるやつあるじゃないですか、ここに。あれ。あれ。あれがないとなんか電話ができないんですよ。ただなんか Wi-Fi があれば、電話以外のなんか Yahoo とか見たり YouTube 見たりはできるんですよ。だからもしかして、で、それがないと電話とかが、できなくて、もうちょっと俺もよう分かってないですけどね。なんか、一緒に旅行行きはる人がそんなの使いはるみたいな。どないでっかねみたいなこと言うてはって。僕もよう分かってないんですけど。せっかくやったらね。よいしょ。そうね、シム言うててもね。よいしょ。もうわからん。ちょうどなんか日本はなんかね、大きな動きが、うねりがありそうな雰囲気でね、その時にちょっと、ここを離れるというのがちょっと、あれですけども。心苦しいというわけじゃないけど、気にはなりますよね。なんかね。あんまりいつもこう、海外とか行くときそんなの全く気にせんの。今回はなんか、思いっきりページが変わりそうな雰囲気しますもんね。なんかね、どうなるよね。始まりました。9時8分です。野球。モバイル設定をオフにすればいいですね。おそらく前日にそういうの調べると思います。僕は。もう本当ギリギリで動く人なんで。今回旅の、とある人からですね、ありがとうございました。結構、旅行カバンを送ってもうたことあってですね、それを持っていこうと思いますので。めっちゃありがとうございました。もう、旅行カバン。旅行のあれが、久しぶりに、昔使ったやつ見たらもうボロボロやったから、この間ちょっといただいたんで、めっちゃ嬉しい。買わんでよかった。よいしょ。あら、弟がおんの、そか。よいしょ。ちょっと隙間を描いていって、塗り残ったところが、木の枝になってくるというような感じで今描いてます。海外用のものです。海外用の。なんか海外で使えますみたいなのが、ジャンゴーさんで売ってたんですよ。そうなんやと思って。まあだから使ってみてすぐになんか見ればいいですよね。めっちゃお金かかってるみたいなとかね。基本的にはね、もうそんなんよりもね、現地で遊んで、現地で一緒に行った人とだべって、私と行く旅は、あれによってはなんか、あれなんでしょ？そういうこう先生と行く旅では、先
先生がどっか勝手に一人で行ってっていう旅もあるらしいですけど、僕は基本的に大体皆さんと一緒にいますよ。もしかして最終日とか、ね、途中今日の午後だけ僕一人でどっか行っていいですかとか言うかもしれないですけど、基本的には僕大体一緒にいて、皆さんと一緒に絵描いて、こっからの構図いいですよとか、こんな構図にされたらどうですかとか、教えてほしい範囲では全部教えますよ。スマホとかで写真撮ってね、そういう時にこう使えばいいかもしれない。写真撮って構図とか初めの段階でね、構図失敗しないように、この辺で、もうちょっとこの辺で、もうちょっとこの辺でとかね、教えてあげたりとかしますよ。優しいですか？まあ、旅の途中で高評価してくれ言うたら、そういうのもなんかいいですよね。録画してもいいですよね。録画して、鬼高評価特別編ということで。顔を映してほしくない人はモザイクをかけてね。よいしょ。よいしょ、言うといてもろたらね。よいしょ。隙間を描いていきます。まあ、特段の技法ではないですけども、僕はもう隙間産業と言うていて、隙間を描いていくことによって、外側から形が浮かび上がってくる。いや、そうですよ。イタリアね。本当に。申し訳。ねうちもパートナー、ママ、妻がね、申し訳ないなと思いますよ。子育てされてる方ね。まあ、私もしてるんですけど、ね申し訳ないなと思いながら、まあ、その分しっかりとね、しっかり仕事していこうよと思いますけどね。100倍返したぐらいの気持ちで。弟ちゃんの声がしましたね。面白弟くんですね。皆さんご存知の面白弟くん。なかなかね、彼は面白いんですよ。彼のなんかセンスというか、面白いんですよね。音じゃの面白いですもんね。よいしょ。暗い木もあれば、塗り残す木もあったりとかしてですね。じゃん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 。もしなんか質問あったら SIM 以外でしてください。SIM 僕もようわからないので。先生がどっか行っまあ、あるみたいですよ。先生がどっか行っちゃって、なかなか、やっぱりその先生、個人的な取材を勝手にしていてみたいあるそうですよ。杉岡さん、中日おめでとうございました。なんかね、中日と楽天というね、なかなか渋い球団になんかね、惹かれていきまして。ちょっと、まあ、我が、チームは、僕は個人的には、ああいう若い選手取ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいので、岡本和真くんも高校日本代表をやったんですけども、の4番バッターやったんですけど、同じように高校の、ジャパンの4番バッターのピッチャーを取られた。バッターですね。また見に行こうかな、キャンプ。よいしょ。ちなみに同じ九州といえども、まあ、宮崎で結構野球とかのキャンプするんですけど、まあまあ遠いんですよ。本当陸の国原さんが一時言うてた陸の孤島って本当にそんな感じで、ぐるーっとなんか一周せなあかんんですよ。ぐるーっと。こう、鹿児島まで行くのとほぼ宮崎って変わらないですよ。ぐるーっと。和樹よく頑張りました。ね、腕脱臼してて。そういうことかと思った。あれファンに愛されてるの、そういうことだよね。もう杉若さんがちょろっとこの間の配信で、まあ、ファンは喜ぶみたいな、なんかね、楽しそうじゃないですかね。あんなキャラクターやったよね。いいね、ああいうのね。昔のベイスターズの、中畑さんみたいな感じかな。よいしょ。始まりました。どっちから先攻後攻どっちゲリットコール投げてますよいしょ。よいしょ。よいしょ。いつもより少ないもん。伊豆半島大好きさん、久しぶりですね。明日明け方12時から1時まで NHK 放送で奄美大島見せられて。そんなんやるんですか。そうなんです。明るいチームになる。ね、もう明るいチームにした方がいいですよね。
ただ、負けてめっちゃ悔しがればみんないいのにね。負けに慣れてくるチームってもう、そういうこうなんか、そういうもうね、そういうのがなくなってしまうというかね。で監督にちょっと萎縮して、やっぱね、立浪監督はもう、前世紀の PL 出身やからね。前世紀の PL ってもうめちゃくちゃですもんね。皆さんよかったらね、興味ある方は YouTube で PL 学園伝説とか調べたら多分それを語ってらっしゃるいろんな元 PL 学園、清原、桑田はじめ伝説がいっぱいありますのでね。よいしょ。よいしょ。うん、きれいきれい。燃えよドラゴンズさんですね。ヤンキース攻撃中。ヤンキース、いやーいいよね、ヤンキースのね。久しぶりになんか金かけてる感じの打線がいいよね。金かけてるね。ジャッジは生え抜きですけど、あとはスタントンと、あれでしょ、外でしょフォアン外って言ってね。まだ若いな、あれ25、6でしょ。フォアン外っていうのと。いいですよ。なんかね、超重量打線でね。ピッチャーのギャリット・ゴールもものすごい金もろてるでしょ。おそらくちょっと正確に調べてないですけど、スタートンとか多分40億、50億ぐらいでしょ年俸ね。ジャッジも多分もっといってるかな。大谷君がちょっと抜きで過ぎてるんですけどね。100億っていう。よいしょ。700万、7000万ドルだっけちょっともう桁がわからん。よいしょ。清原選手の長男、あんまちゃんと見てないんですけどね。でもなんか打率広かったでしょ。なんか2割ちょっとぐらいやったんでしょ。で、なんかプロ。ね。で、なんかもともと中学高校でしたっけは、あれしてたんでしょ。アメフトかなんかしてたんでしょ。アメフトやったっけバスケやったっけ知らんけど。イケメンよね、やっぱね。お母さんが、キサやったっけね。やっぱすごいこう、イケメンやな思ったけど。でもやっぱプロに選ばれないっていうことは、やっぱりこう、あれなんじゃないですか。何かプラスアルファがないんじゃないですか。やっぱりこう、やっぱりこう、守備、もうめちゃくちゃ打てても、やっぱ守備あかんと、ちょっとこう、取るの渋るじゃないですか。で、なんかこう、ジャイアンツが今回取った選手とか、打てるけどショート守れるって、ショート守れたら実はどこでも守れるんですよ。キャッチャー以外だと絶対もうライトもどこでも守れるんですよ。なんで野球の話してで、なんかそういうのは、多分、守備とかを今からまたゼロからやってとか、ね、バッティングもちょっと打率がそんだけやったらばっていうことで、やっぱなかなか難しいのかなと思いますけどね。他の技法をちょっと使っていきましょう。ちょっと硬い筆を探しますが、もっとドライブラッシュとか、ちょっとスパッタリングみたいなしましょうか。ね。エドマンがエラーしましたが、なんとかヤンキース、0点に抑えました。エドマンってあれね、あんまちゃんと見てなかったけど、この間の MVP やったでしょ。あれもどっかから移籍してきたんでしょ。皆さんは比例投票先はどこに入れられますか比例と、ちなみにこれ、投票誰がしたか全く見えませんので、皆さんね、ちょっとやってみていいですか。比例って今、どこやったっけ。ぜひね、ちょっと視聴者と交流するこんな機会にアンケートを開始。比例、比例投票先。ちょっと聞きたい。自民、立憲民主立憲、維新
4つしかできへんのやったっけ？一子、共産、次議席多いのどこ？共産国民、4つやな。国民、主。私の視聴者ってどの辺が多いのか、ぜひ別にそれでどうこうっていうわけじゃないので、よかったらこちら見えませんのでね、プチッとしてみてください。どこが多いんですか？それ知ってみたい。ちなみに私が今、これスパッタリングって言います。私が住んでいるところは、あれとあれしか、自民と立憲民主しか一騎打ちやってますわ。すごいですよね。もう選挙ってもうなんかもっとドロドロしてますよね。それが楽しいか。ちょっとこうスパッタリングっていう、これね、こう的を絞って。私のね、リテラシーの高い視聴者は、どんな投票先を、その他でごめんなさいないので、ごめんなさいね、その他で。皆さんどこなんやろな。よいしょ。もう、ドラゴンズン、じゃんじゃんじゃん。この4個の中にないな。令和。そうか。その他をつけとけばよかったのか。いいぞ、頑張れ、ドラゴンズ。そうか。まあね、やっぱりね、選挙はね、皆さん、ぜひぜひ、行ってね、それで、まあね、なんか、愚痴を言うなら選挙行こう。ね、やっぱね。ちょっとこう毛先を潰したようなんで、カドミウムグリーン。じゃ。見えますか？もうちょっとアップにしましょうか。映像構成。後でまたあれしますので、それ以外。あと、どこがある？共産と、順番で言うと、共産、そうか、公明か。ごめんなさい、公明忘れたね。公明、共産、数の多い順にと思ったんですけど、ごめんなさい。順番で言うと、国民民主が今7人ぐらい維新が45人ぐらい。現ね。確か。立憲民主が何人いたっけ？ 90 人ぐらいだった？自民がごめんなさい。ちょっと別に僕政治評論家ではないのに。少しこうかすらせて書いたり、こう、毛先をこう潰してね。いいですね。やっぱりこうリテラシーの高いね。やっぱり皆さんとのこうコミュニケーションはいいですね。横文字大好きなんでね、僕はこう今横文字を使ってますけどね。文字読解能力的なことでしょ？多分そんな。少しこうドライブラッシュと毛先をこう使った感じで、表情をつけていってます。かすらせてね。新緑がみよくみよくみよくと出てきてます。どうなるのね。25票、24票、24票、3分前。10分ぐらいにしましょうか。10分ぐらい経って、あと、ごめんなさい、こう出せなかった党を少し出します。出せなかった党を少し出しますので、ごめんなさいね。僕昔住んでいたところのむさびっていうところに行ってたんですけど、こうそこむさびのところってあれなんですよね。高校やね。創価高校かなんかの高校があるんやんかな。小川町っていうとこね。で、
えーっと、それで、いつもこう高野台っていうところから歩いて帰ったりとかしていると、その創価高校の野球部がこう頑張っていると。おー、やっとね、みたいな感じで。で、僕がムサビに行っていた時、多分これ合ってると思うんですけど、1995年から6年にかけて、6年やな、厳密に言うと。6年に、まあ僕は1年でそのムサビを辞めて東京芸大っていうとこ行くんですけども、で、まあ、大家さんに挨拶に行ったんですよ。でうちの親父もわざわざ来てくれて、東京、大阪、奈良とかね、来てくれて、その大家さんのとこに挨拶に行って。そしたら、その日、ちょうどこうなんか、春の甲子園やってて、で、創価高校が初めて甲子園に行って、で、その初戦を戦っていたか、なんかの日やったんですよ。で、うちの親父とピンポンって大家さんのとこ行って、お世話になりました。1年だけやったんですけど、ありがとうございました。つって。ものすごい上の空やったですもんね、その時に。で、要は、創価学会のあれなんでしょうね。僕それだけめっちゃ覚えてて。で、うちの親父が、柿の外しって奈良のね、名産の柿の外しを持ってきて、で、それをこう、大家さんにこう、すみません、お世話になりました、つってこう、お土産として渡して。で、はい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 、わかりました、はい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 、みたいな感じで、まあもうそれはしゃあないですよね、もう。それで、翌日とか翌々日ぐらいに、もういよいよ引っ越しかなんかするときに、その大家さんにもう一回挨拶行ってありがとうございました、つって。そしたら、こう、大家さんが、いやー、美味しかった、お寿司ありがとう、とか言われて、いえ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 、なんて言って、ちょっとでもあれやね、葉っぱ硬いねって言われて。葉っぱ食べはったんやと思ってですね。まあ、一応ね、関西の人やったらちょっとわかる人多いかもしれないけど、柿の葉寿司ってこう柿の葉っぱに、包まれた、まあ、マス寿司とか鮭とかのお寿司なんです。押し寿司で、まあ、多分こう、奈良ってね、山あれやから、海とかないから、そういう保存食的にこう、昔からある。です。多分関東の人知らんかったから、葉っぱまで食べていただいたという、ありがとうございました。ということで、だらだら喋ってましたが、自民31%、立憲民主、38%、私の視聴者では、立憲民主が、で、維新4%、26%、国民民主27%、自民とそんなに変わらんという。ありがとうございました。すいません。面白いでしょ葉っぱ食べはったらめっちゃ覚えてますわ。ありがとうございました。26票ということでね。ほんとこちら全然見えてませんからね。別に僕がどこでもあれ。私、ガリガリの無党派でございますから。あとはアンケートを返し、比例、投票先は公明やろ公明、公明党、公明、共産違うわ。共産、あとは維新維新ちゃうわ。レイはあとどこやあと、日本保守党社民党参政党参政党と社民党は一応国政政党やね。どっちが多いんやろちょっとでも勢いがありそうな日本保守党書いとこうか。ね、面白。なんか、私の視聴者がどういう層かというのがわかるし、別に分かったところで何にもないんですけど。何にもないんですけど。おもろい。ごめんなさいね。元気してはるかなでももう何年前 ?1996 年やから、28年、ぐらい前 ?2090 ねあの時、70ぐらいな感じしたから。もうね、
あれかもしらんね。難しいな。柿の外しの葉っぱ硬かったよって言われた時に、あっと思った。あの時なんかね、もう本当に上の空やなかったらもうちょっと話し込んでね、柿の葉の葉っぱは外すんですって教えるとこやったんだけど、すんごい上の空やって、ものすごい覚えてますよ。そうか、高校が今出てるからか。なんかむさびの周りにね、なんかね、なんとか村みたいなね、本当にこう、畑のところに、あれが、わーっとこう、地主さんですね。昔からのこう地主さんの大きい畑のところにポツンポツンポツンって、男村やったっけ何やったっけむさび出身の人教えて。なんかあるんよね。そこで、いくらやったかな。38,000円、6畳。ただエアコンがあっただけでももう考えられないですけど、エアコンを僕らが入った時につけてくれました。グレートーンとかを使いながらですね。よいしょ。白とかも入れながら。今やったらね、エアコンないアパートメントなんかないかもしれんけど、その時代はあったんですよ。よいしょ。よいしょ。僕も基本は選挙行ってますね。一回だけなんかうっかり忘れてて市の、市議会議員選挙。4年ぐらい前のなんかうっかり忘れてていかんかったなっていう。うっかり忘れてました。あ、誰一人分からへんやんけっちゅうね。SIM は eSIM もあります。ねえ。だいたい8日間フリーで2500円くらいです。そうなんや。eSIM っていうのは何なんですか？ eSIM って、なんか、要は、あれなんでしょ？ちょっとね、eSIM ってよくわからんのよね。そういうのあるんですね。ありがとうございます。なんかね。帰国後高額料金が来るのは、ダブル SIM の設定間違い。ダブル SIM？ いや、わけわからん。そうなんや。だいたい8日間フリーで2000、いや、それちょっとやってみようかな。そっちの方が安心っぽいね。そっちの方が安心っぽいね。なんか、こうたけど、なんか、そんな、あれ使う方がええかな。8日間で2500円やったらそっちの方がええな。どうしようかな。なんかまあ、そうか、そういうのがあんねや。よいしょ。よいしょ。スパッタリングをやったり、こう、かすらせたりとかしました。ね。もし質問あったらしてくださいね。8日間、8日フリーシム買えるんですね。iPhone なら eSIM も、iPhone って使えるんですか？もうよう分かってないんですよ。ほんと。それちょっとやってみようかな。早く空港行かなあかんの嫌やな思うんですけどね。まあ、ライブ配信やめとこうか。見たいですか？イタリアからの。よいしょ。eSIM は物理差し替えしないでダウンロードして使える。ああ、そうなんだよ。BPN 設定大事ですね。BPN 設定ですか？ BPN 設定。今持ってるスマホで言うと、設定のあれですか？ BPN 設定。設定で、Siri じゃないよな。モバイル通信とか違う？ B、わからん。わからん。設定の、後で見ようかな。全然わからん。モバイル通信かな。わからん。最近のですね。2023年以降。iPhone 16 Pro Max なんですけど。使えますか？
iPhone16 Pro Max の、この間来たんですけど、10月の10日ぐらいに。皆さんにちょっと配信ちょっとでも綺麗になってほしいな思ってたんですけど、でも結局そういう設定の仕方がわからんで、困っとるという状態ですけどね。ということでですね、楽しいけどね、わけわからんですな。もうよドラゴンズ。よいしょ。うん。ムサビや卒業生はどこに主に就職するんですか？もう私たちの時代と今全然違うからもうようわからないですけどね。もう私たちの時ほんまに就職する学生自体がほとんどいなくてもういわゆるあれでロストジェネレーション世代の2000何年の就職超氷河期世代で。でもなんかゲームとかアニメとかは昔から僕の時代からやっぱ多かったですよ。まだ今みたいななんていうのゲームスマホゲームみたいなのがない時代やったから、プレイステーションやってなかったけど、プレイステーション的なやつの、なんかでしゃっとして、いましたよ。今、もう本当にそれはもう、今のあれを就職先みたいな、見やんと、ね、油絵科ででも、後輩でなんか博報堂受かったいう子いて、すげえなってみんなで言うてたけどね。元気してんのかな。博報堂とこの間仕事した時聞けよかった。でもそんな社員めちゃくちゃおるやろかね。よいしょ。広告代理店系もいたりしますしね。何が多かったかな。僕らの時ほんとゲーム関係。あのゲーム作ってるとかで、すげえなーなんて会話をしたりした記憶はあるんですけど、何のゲームかも忘れた。ゲームアニメは当時からも多かったと。少しかすらせながら、不透明にしたような絵の具を使いながら、ガッシュという状態、白とかですね、つけながら。かけろ馬島に住んでいるとき、選挙行かなかったら、数村でアナウンスで〇〇さんまだ来ていないと。そう、それは知った。ありえるな、かけろ馬島やったら、まだ来ていないと放送されました。各家庭に町から配布された機械あって、そこから聞こえてくる。めっちゃ面白い。ゆきゆき。BPN、おっしゃる通り、BPN 設定しないと、ヨーロッパから日本の Yahoo を閲覧できる。BPN 設定。ややこしいな。あ、小松さんもおはようございます。BPN 設定。ちょっと、だらーっとしてるときに調べてみます。だらーっと。まあ、多分あんま見ないと思うんですけどね。でもちょっと政局が今流動的やから気にはなりますよね。でももうなんか旅中僕本当に深夜とかに起きて、だいたい夜中仕事するタイプやから、で、起きて、で、こういう、書いた、旅中書いた絵をまた加筆するんですよ。夜中だいたいしてるんですよ。で、翌日にある程度密度を上げた状態にして、いて、まあで、参加してくださった人とかに見てもうたりとかですね。つったらいい教材みたいになるじゃないですか。その場で一緒に書いて、次の日にはもうちょっと密度を上げたものをとかね。だからそんな風にするんで、意外と別に暇はしないんで、あんまり日本ではできんことしたいなと思うんですけどね。BPN 設定ね、覚えたよ。ちょっとかすらせながら、どちらかというと透明水彩は暗い色が乗っていくことが多いので、ちょっと慎重になりながら、やりすぎるとすごく暗くなってしまうので、かすらせて塗り残っているところとか、かすらせて、描いていったりとかして、BPN 設定。わからん。わけわからん。わけわからん。なんか聞いてるとあれやね、
海外の、そのネットで買うたような SIM 使わん方がええのかな。まあ、1台はそれやって、今、普通に普段使いしてるやつは空港で設定してもらうとかね、できるな。そしたら iPad 持っていかんでええもんな。iPad 持ってってね、なんかね、酒飲みながら、鬼高評価できるなと思ってね、iPad を。だから持っていこうかなと思ったりしてるんですけどね。かすれ技覚えたいです。ちょっとつなぐっていうのが、ちりつもになって、後からびっくりなんですよ。ゆきゆきさん。あ、来月個展22日、交流どうしましょう。何も考えてないですよ。正直、もう今はもう来週の楽しみすぎて、もう何にも考えてないんですけど、ね、どうしましょうか。関西在住界隈の方どうします？一応はなんか、初日はやろうと思えばできるんですけど、二日目以降も、ちょっと聞いてみましょうか、画廊の人に、ちょっとこう、パーチっぽくやる。名古屋でもちょっとやったんですけど、お店をどっか借りてってなると幹事長代理が大変やったりするから、ね、なんかこう、少し、画廊の人に軽食ぐらいこうなんかしてもうてとか、多分やったこと、ないかもしれんな、そこ。そんなんします？ちょっと聞いてみてもいいですよ。二次会、行くんやったら二次会でもいいんですけど。ありがとうございました。どうなりました？あ、新選組がすごい。すごいね。あ、共産公明。日本保守党も結構いる。25票やから、結構あれやね、さっきも26票か7票やから、ね、すごいこう、同じぐらいの票で、だから両方合わせて55票ぐらいかな。50何票ぐらいで、そのうち一番多かった。もしかして令和かもしれんね。38%ぐらいやったよ、さっき。すごいね。山本太郎さんの演説、ちょっとうるっときますよね。僕も何度か見たことありますけど、山本太郎さんの演説、たまにうるっとくるなと思いますけど、ね、すごいなと。ありがとうございました。すごい勉強になりました。あ、ここか。立憲民主38%やもんな。26票で38%やから、令和が一番多いね。ね、山本太郎さんの、もう、演説、わかるわかる。なんか、山本太郎さんの演説。いや、ほんとすっごい勉強しましたよね。メロリン級の時代から知ってますけどね。皆さん知ってます？メロリン級。言うとあかんのかな？黒歴史なんかな？メロリン級の時代から知ってますよね。あれ何でしたっけ？たけしの、何やったっけ？お笑い甲子園かなんかめちゃくちゃ面白かったですよ。大阪の人ですよね、確かね。僕、高校生か中学生ぐらいの時やったか、ちょっと上か同じぐらいの年なんですよ。うわ、こんなおもろい人おるんやと思ったもん。うわ、同い年ぐらいでこんな。メロリン級ってね、ぜひ、山本太郎。メロリン級で。それがまさかね、一党のこうね、党首になって。面白い。なんか皆さんの、なんかね、少しこう、じゃあちょっと手前の方も書いていこうと思います。アーロンジャッジも気になりだしたと思いますが、PPN。よいしょ。PPN、今何分だったか。1時間ぐらいか。で、ちょっと手前とかも書きながら、面白かった。せめてなんか消費税ね、食料品とかだけでもとかね、なんかこう生活必需品だけでもとか思うんですけど、無理なんですかね。財源ないんですかね。あとはこう、芸術とか絵をね、文化を育てるという意味合いを込めて、ぜひよろしくお願いいたします。そんな政策を掲げている党は一つもありません。芸術美術品は消費税は免税でございます。ね、そういうこう芸術文化を育てるという意味で
ぜひ、芸術、美術は無料でお願いします。シューシューシュー。でもやっぱりネットとかをうまくこう使えているかどうかっていうのもね、方以来ね、ありますよね。この間の石丸さん現象以来、僕はそれすごい思いますよね。石丸さん。なんか本当現職の国会議員とかよりも僕の方が登録者多いな。もちろん僕のがね圧倒的にやってるからっていうのもあるんですけど、なんかこう僕が住んでるところの肉の人何度か飲んだことあるんですけど、あれと思って。登録者こんなに時間おらんのって。あれと思って。あれと思ったんですよね。実は。あれと。よいしょ。一区の人はすごいこう熱心にされてる人いるんですけど。よいしょ。ドラゴンズ。よいしょ。よし。手前に枝を描いていっております。でも本当になんかこうね、この選挙のためだけに YouTube やるとかってもう見透かされますよね、そんなんね。その辺はなんか、こう本当にじゃあ選挙終わった後もこう継続してやっていきやるんかなっていうのはすごいこう、やっぱね、どういうこう政策でとかどういう活動でっていうのが見えてくる人やないとなかなかね、その選挙の時だけっていう人は、やっぱこうなかなか難しいような気するんやけどな、僕は。よいしょ。よいしょ。よいしょ。水辺のブルー綺麗です。ここにね、キラキラと光をこう描きたいんですよね。本音はね。透明ラボワンチン。これもう150回ぐらい説明してますけど、ワンチン。こう、ただここに高さつけてるんですよ、ここに。木。わかりますっていうだけ。はい。別に透明じゃなくていいんですよ。前はこう木の棒でやってたんです。150回ぐらい説明してます。ちょっとで、こう木やったら影落ちるじゃないですか、こうやって。見にくいでしょ。で、透明の棒を正したというだけ。赤坂さん、最近余裕が出てきたので、一時帰国してる機会に、芋の会参加させていただき、芋の会で東京飲み会あるんですか？あるんですか？ドイツからね、本当あとオランダの方もなんか、ね、いたりとか、イギリス、もう本当にこうなんか多国籍になってきやりましたよね。びっくりしましたよね。イタリアはいないか。スペインも前はいたんですけどね、今ちょっと、出されてないですけど。アメリカでしょ？カナダ、バンクーバーでしょ？すごいよね。あと台湾？すごいよね。韓国は今いないか。韓国から見てますうちで個展来てくれた人いましたね。韓国の方やったんですよ。うえーとかって。日本語わかるんですかって言ったら、なんか日本の大学留学してたからわかります。へえとか言ってね。こういうちょっとね、不透明のこう白とか入れてとかですね。よいしょ。1時間程度ですね。今、書いてきてます。もしなんか質問あったらまたしてください。遠慮なくしてください。ワンチン導入したらそうでしょ？これでも3割増しぐらいでやっぱり楽になりますよ。本当にこういうこうね、こんなん本当に木材の歯切れとか使ってるだけですよ。本当にこう。上の方ちょっと映ってるかな。こう。で、これ白くただ塗っただけです。はい。皆さんに見えやすいようにっていうだけです。ワールドワイドですね。すごいですね。
絵を飾る心の余裕を持てる国にしたいね。近所の公園にゲルが来てる。ゲルって言うから誰かと思ったら、総理大臣来てはったんですか。考えてみたら僕なんか昔小泉さんの時のあれで、ね、小泉郵政選挙でめちゃくちゃ葛飾区金町のところ、もうすんごい人だかりの時も見に行ってみたな。なんか、高市早苗さんって、僕の、生まれ故郷の選出の国会議員さんなんですよ。今もなんですけどね。奈良の何区かな。一番初めの初当選1993年って書いてあって、あ、やっぱ僕思い出したら高校3年生の時に王子駅で見たなと思って、すごい記憶力でしょ。女性の議員さんって当時すごい珍しくて、で、なんか、奈良からも出てきはったんやと思って、で、なんか、その演説みたいなの、たまたま学校の帰りかなんかでやってたの。未だに覚えてるもんな。すごいね。30年ぐらい。その時のゆり子さんとかも確かね、出てはるんちゃうかな、あの当時。あの当時ぐらいですよね。畑勉さんが、半袖の、なんか、スーツ着てはったのね。クールビズの先駆けのなんとかってやつをね。確か。あれ、これなんでしょなんかね。うわぁ、ゆきゆきさん。つい先日、スウェーデンのひなさんも、うわぁ、すごいね。赤坂さんという人がね、やっている、やってくださっている、まあ、言うたら、オンライン、集いの会というのがございまして、概要欄の方に多分貼ってあると思うんですけど、まあ、僕がそんなにこう、面倒見いい方じゃなくて、面倒くさがりなんで、で、まあ、その、赤坂さんが、その、まあ、幹事長代理、木原誠二さんですかね。前のね。今誰ですか幹事長代理は知りませんけど、あの人確かあれやね。どこやっけ東村山とかでしょ。何の話してんのって感じやね。やってる、まあ、コミュニティがあるんですよ。で、まあ、簡単に言うと、もう大人の、なんか、オンラインの遊び場っていうかね。で、なんかみんなでお題を出し合って、じゃあ今月はスルメでとか、多分そんな感じだと思うんですけど、今月はじゃあみんなでスルメを描きましょうとかね、今月はあなたがの初恋の相手の顔を描きましょうとか、そんなお題を出し、地獄のような回ですね、そうなるとね。知らんけど、そんなのをみんなでこう出し合うことによって、まあ、それをまた鬼好評に出したりとか、まあ、公募展皆さんで共有して、こんな公募展ありますとかっていうのをこう共有し合ってるそうなんですよ。ぜひぜひこう参加無料らしいので、いや、赤坂さんなんか月100円ぐらいずつでも取ればいいのにと思って、ね、20人ぐらいおるでしょ。だからね、一回安い養老の滝ぐらいで飲めるぐらいのね、あれになるんちゃうかもですけど。よいしょ。制作活動費とかね、公開してね、飲み屋が全部ね、大衆酒場とか焼き鳥屋やったらめっちゃ好感持てますよね。ねメロリン Q 知ってますと。ダンス甲子園ね。ワンチン私も試します。コピー用紙を使用して書いています。ワンチン、僕はコピー用紙をして、ちょっと高さつけんと意味ないと思うんですけど、ワンチンって。意味わかります。ちょっと高さつけることによって、ですね。で、ちょっと拭き取りですね。激落ち君というのを使います。4つ目、5つ目ぐらいの技法。いや、ちょっと海外のネットなれ調べとかんといかん。働きたくない。でもなんかね、皆さん、なんかスマホとかもね、キュッ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 と。今で、だいたい1時間9分。今日も楽しい放送です。ここに光がね、シャッと入ってるんですよね。どうやってやってんのやりすぎちゃっとこう光が入ってる感じ。もうちょっとでいけるこういうのとかもね、なんかね。やりすぎよいしょ。光が差し込んでます。よ
よし、ちょっと最後、バーッとスパートで、細かい描写をしていこうと思います。北海道のね、オンネトーク。明日はちょっとやれるかわからないですけど、なんかリクエスト皆さんあります？もしやれそうなら。今後の焼き魚まだかけてないです。お許しください。なんか気持ちが乗らなくて。ごめんなさい。皆さんリクエストあります。いい香り。水彩画初心者テスト。アクリル絵の具の上に透明水彩を塗る。アクリル絵の具の上に透明水彩を塗る。透けるイメージですか？透けるイメージどういうことかな？透ける。アクリル絵の具でね、ゴテゴテとしたような感じだと弾くことがあります。アクリル絵の具。ちょっとこう、アクリル絵の具自体を薄く描いているようなやつやったらば、例えばこの間やってたけど、これやったら多分そんなに弾かんかなというふうに思います。もっとこうゴテゴテと乗せたようなイメージとかやったらば、弾いてしまうことはあると思うんですけど、例えば、ちょっとね、カドミウムレッドみたいな。これやったら例えばそんなに弾かないと思います。薄くこう書いてあったり、あとメディウムとか使ってたら多分弾くと思います。ね、こういう風にこう、映ってるかな、大丈夫かな。ね、ちょとかして。ちょっとゴテゴテとこう乗せたようなタイプのね。これやったらちょっと弾く可能性あるね。ライブ配信などでやったね。よいしょ。ちょっと弾くかもしれんね。ちょっと弾いてる。そうでもないな。いけそうやな。そういうこう併用とかもできますよね。今日寒いですね。急に寒なったね。僕半袖で行く気満々やったんやけど。もちろん長袖も持っていくんですけど、半袖で行く気満々やったんですけどね。もう現地でまた暑かった時、僕、おっちゃん暑がりやから皆さん合わせんといてくださいね。飛行機とかね、暑いと寝れないんですよね。寒いと意外と寝れるという謎の人種。皆さんね、海外、イタリア行く人はね。海外の人皆さんめっちゃ薄着ですよね。12月とかでも東京で半袖やみたいなね。なんか、そういう中学生結構いましたよね、昔ね。年中半袖の子。うちのちびもそう育てたいぐらいなんですけどね。で、少しこうかすらせて描いたり、こう不透明の合衆にした状態で。ここ本当は塗り残したりですね、マスキング液みたいに使ってもよかったんですけど、よいしょ。やってますか？ワールドシリーズやってますか？あと皆さん選挙もね、ぜひね。子供たちに言うたら、弟は大丈夫、行ってきて、みたいな感じだった。お父ちゃんと当番会えなくなるよって言ったら、全然、みたいな顔された。寂しいね。つね。よいしょ。よいしょ。52問の今。アクリルのグレーズを水彩絵の具でやるのはいいですか？できると思いますよ。ただ、できるはできますよ。ただその上にまたアクリル塗っていくとなったりすると、絵の具溶けたりするんちゃうかなと思いますけどね。別に混ざり合ったり溶けたりしてなんかこう、問題になるということは僕ないと思いますよ。大丈夫だと思いますよ。やられて失敗したらごめんなさい。なんか細かい描写とかをしたいなっていう時に僕はなんか使ったりしますけどね。よいしょー。2打席目始まり。絶対パパいないって泣くかな。お兄ちゃんのがね、感受性お化けやからね、ちょっとこう行かないでとも言い出してますけど、弟の方はね、もうおもろ少年はね、おもろ少年もでもな、よいしょ。今0対0ですか？この皆さんのコメントの雰囲気見ると。0対0っぽいな。柳さんもお久しぶりブリーフ&トランクスですね。ね。あけみんさんも間に合いました。
クリムト風美人が希望。クリムト風美人がね、クリムトね、海外の誰か。海外の誰か。ごめんなさい、おさえさん。そういえば、あれやね、ベトナムの人の写真送ってきてもらったことあったね。ごめんね。あれ結局もう熱が僕冷めたらギューッと冷めていく人なんですよ。あの時ドイツの人とアメリカの人バーッと書いてね、なんか冷めてもうたもんね。クリムト風美人が。確かにな。クリムト風。金色とかって絵の具がね、持ってればいいけどね。金色とかないもん。でもやっぱね、大谷君はこの舞台に立ちたかったわけよね。すごいよね。よかったね。7年間頑張ってね。なんか、めちゃくちゃあれだったんでしょ？今年の、エンジェルスはもうひどかったんでしょ？ 99 敗したとか言って、なんかちょっと先見たけど。どうですか？このぐらい書けそうですか？ 0 対0。横で親見ています。大谷君三振。ちょっとあれですかね。虫の餌の動画でお兄ちゃん号泣。お兄ちゃんの号泣どれやったっけ？虫の餌のどれやったっけ？あれかな。あれね。なんか虫の、糸どんぼぶち込んだら、あれがね、アメンボがうわーっと食べてね、それを見て、もう、あれ面白いよね、あの動画。久しぶりになんかちょっとちっちゃくバズりました。糸とんぼ生きかってくれーってやつがね、あれ面白いですよね。僕もあれ好きです。昨日の動画も面白くなかったですか？弟の、突然なんか、うさぎと戦い出すという謎の、はい、最後点描してます。ハッチングみたいなことから点描をしていってます。突然こう、あれを始めたんですよ。おもろかった。まあ、海外旅行はですね、もうちょっとこう、ザザザと大作りに、45分、1枚45分とかぐらいで書いて、もう1枚多分書いて、で、宿で、夜な夜な、ちょっと仕上げるとかっていう感じちゃうかなと思いますけどね。よいしょ。ありがとうございました。楽しかった。週1ではやらんとね、なんかもう楽しい、皆さんとの交流がやっぱ楽しいですしね。ぜひぜひこう、初めての人も遠慮なくコメントしてくださいよ。なんかね、もう本当に。初めての人も。なんか最近コメントくれはらへんなとかって心配して夜も寝れへん日ありますよ。そんなことはないですね。ね、ちょ。当時ね、大谷君のことをね、こうディスってた人たち、どんな顔してはるんですかね、今ね。結構いたんですよ。二刀流なんか、高校生の時ね、二刀流なんか無理や、つって。やん、やりたいっつってんねん。まあ、前例がもちろんなかったからなんですけど、前例は、作れや。ねえ。来週楽しみです。ね。トンボかわいそうって動画ですね。トークンの戦い、面白かったね。ですよね、昨日のね。突然喧嘩始めたんですよ。うさぎと喧嘩。よいしょ。あっちをサムネにすればよかったかな。あっちは僕の管轄ではないのであれですけどね。楽しかった。全然なんか、あれですけど。よいしょ。どないですか皆さんね。皆さんも。ぜひぜひ、コメント、チャット、あと、いいねボタンよろしくお願いします。本当に多分、ああいうので、なんか絶対こう、おすすめとかに上がりやすくなるんやと思うんですよ。皆さんちょっと、せめてそれぐらいはなんとか皆さんでこう協力して、桜っ子クラブとしてですね、桜っ子クラブで言います。僕の、そういうね、やらせ的なね。やらせ的なこと。僕は桜っ子クラブって昔から言ってて、なんかこう、そういう時はこうね、すみません、皆さん、桜っ子クラブでってよく言うのは、こうやらせっていうかね、面白かったなとか思ったらね、いいねボタンやらせではないですね。
いいねボタンを押してくださいやとかね。大阪の飲み会とか、何も考えてないな。何がいいかな。近くでやるのも別にがね。店さえ決めてくれたら、人を把握するのは僕がやってもええんやけどね。よいしょ。大人やから5、6千出せるでしょ。5、6千ぐらいは出せますよね、皆さん。ね。6千ぐらいとか出せるなんかこう、いやいや、3500円でとか言われたらもう探すのしんどいので。いやもうなんかね、学生とかとね、そんな、マジででも3000円はないで、飲み放題3000円はあれへんでとか言って、そういうのいろいろ経験してきた人からすればね、6000円ぐらい出してくれんやったら感じしてもいいですよ。楽しかった。エンドレスにできるわ。さあ、野球見よう。ということで、ありがとうございました。1時間20分。王先生のカレンダーあるんですね。そうそう、まあでも、多分、会場でも50部ぐらいはなんか持ってって売れたらなと思ってます。おぎす。にょにょ。よいしょ。楽しかった。皆さんご視聴ありがとうございました。あ、としさん。よかったよかった。ね。花水木さんもありがとうございました。そうそう。動画始まる前でもいいね押してくれたら、桜っ子クラブでよろしくお願いいたします。ね、いつも80分、90分ぐらいでこんなね、ベラベラと政治の話もする、画家。ということでございました。腕痛いわ。大丈夫かなちょっと疲れてるのか。肘痛いな。よくマッサージ。一応10回もリハビリ通ったんですよ。10回も。よくこう、あれ休めてくださいねって言われました。イタリア楽しみます。ご視聴ありがとうございました。サンキューベリーマッチ。VSN やったっけもう一回調べ。VSM やったっけ設定、海外 VSM やったっけどこやったっけ VS、これね、動画アップロードされるのね、結構ね、これね、VPN 設定ね。OK! 終わります